ステアリングコラムなんですけども、ここ前回切ったところですね。特にどっか触ってるようには見えないですよね。ステアリングコラムを接続しているボルト、サブフレームを下ろすときに外したんですけども、そのボルト一回抜いてみました。山を削っちゃっています。なので同じ M8 でピッチが同じ、ボルトを買ってきました。一応 35mm と 30mm、 35mm だとちょっと微妙に長くて 30mm だとちょっと微妙に短いんですけども、穴なんですけども、私前これを一番奥までやったんですよね。それだとここが少し出っ張るんですよね。この溝のところを合わせなきゃいけなかったんですね。ここじゃなくてちょっと浮かしてぐらいの状態、こんなぐらいの状態で締めるのが正しかったみたいです。はい、というわけでここに微妙に隙間を空けて、3ミリぐらいかな。ゴリゴリ音がしてたはずなんだけどな、しなくなってるな。あれ？ならないな。なんか、あれ？タイヤ持ち上げてるからかな。ということは、タイヤが地面についているときに力が加わるところが異音の発生箇所？一旦ジャッキダウン。音が発生している場所が分かりました。右フロントショックの一番上からでした。ということは、異音の原因はサポートベアリング。今日はフロントショックの一番上、サポートベアリング交換します。スタビリンこっち側を外したり、この画面中央に映っているこのボルトを外すというようなことが必要になってくるはずです。次はこのボルトを外します。こっちかな、わかるよ。間違えてます。ここでアンダーアームを支えておく必要があります。このネジ入ってました。 18mm でした。アンダーアームが垂れ下がるとブレーキホースやセンサーのワイヤーを損傷する可能性があります。よし、次は13ですね。上部のナットを全部外すとサスペンション全体が落ちます。足元注意です。やべ、もう前足が外れました。これどうやって抜けるんだ。こっちの足も同じサイズですね。危険だしホースやワイヤーが傷みます。アンダーアームを支えてから外しましょう。この後アームの下に材木を置いて支えましたが、時すでにお寿司とあるところを壊してしまってました。はい、外しました。こっちが運転席側、こっちが助手席側です。これダメだよね。
で今回はこのサポートベアリングの交換をします。特に異音は感じないですね。じゃあ次このサポートベアリング外していきましょう。ここは21ミリだ。回らねえ。これももう終わってますね。戻ってこねえ。完全に終わってる。ショックアブソーバー5輪重。仕方がないのでイケメンの友人から中古の純正ショックをいただきました。いただいたショックにはスタビリンクがついたままだったのでこれは外すのですが、車はちゃんと走ったのですが、夜になってやらかしたことに気がつきました。今回の失敗とは、ヘッドライトのオートロベライザーなんですよね。
このソースアンダーアームを落とした時に外れたようです。センサーが下を向きヘッドライトを点灯すると光はボンネットのすぐ先しか照らしていませんでした。初めて